どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを Patreon で公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は断捨離について話したいと思います。で、皆さん最近なんか家の中が散らかってるなとか、なんか気持ちがすっきりしないなって感じることありませんか？そんな時におすすめなのがこの断捨離です。結構ね、年末の大掃除の時とか、断捨離を一緒にする人も結構いるんですけど、どうですかね？皆さん断捨離って言葉聞いたことありますか？断捨離について簡単に説明すると、断捨離という言葉は、立つ、捨てる、それから離れる、この3つの言葉を合わせたもので、基本的に何をするかというと、自分の持っているものを見て、いらないものは捨てる、必要なものは取っておく、この判断をしていく。こういうふうに片付けをしていくのが断捨離なんですけど、ただのね、片付けだけじゃなくて、結構、自分の暮らしとか、自分の心と向き合うための作業でもあるんです。結構面白いですよね。で、例えば、これいつか使うかもしれないなと思っても、なんか何年もずっと使ってないものって家の中にきっと一つか二つありますよね。ある人はもっと多いかもしれませんけど、皆さん誰しもずっと触ってないものとか、ずっと使ってないものってどこかにありますよね。で、そういうものを思い切って手放してみると、心まで結構軽くなるなんてこともよくありますよね。で、僕個人的には結構物持ちがいいんですよね。物持ちがいいっていうのは一つのものを長く使うことなんですけど、例えば僕は未だに高校時代の T シャツとかも何枚か残っていて、家の中でパジャマとして着ることがあります。なので高校時代の服なので、多分約15年前ぐらいの T シャツを今も着てるんです。結構物持ちいいですよね。で、基本的に僕はまだ使えるんだったらあんまり古くても捨てたくないっていう気持ちがあるので、こういう断捨離の機会に本当にいるのかどうか自分に、質問して、で本当にいらなかったら捨てるし、やっぱりこれはまだ使えるな、これは捨てたくないなと思ったら取っておく、こういう作業をするのもすごく大事だと思います。で、例えば断捨離の時にどんなものを捨てるかというと、僕の場合は服、さっきもちょっと言いましたけど、なかなか古い服も捨てられないんです。でもその中でももう1年以上とかそれ以上の時もあります。2年、3年ずっと着ていない服っていうのも中にはあるんです。やっぱりそういうものはいつまで持っていてもしょうがないですよね。なのでこういうものは断捨離で捨てるのがいいんじゃないかなと思います。とか、他にも書類とかも結構家の中に溜まってるんですよ。で、書類って中には大事な書類もあるじゃないですか。なんかすごく大事な銀行からの通知だったりとか、税金に関しての書類だったりとか、なんかいつかいるかもって思って取っておいても、本当は実際はいらないものっていうのも中にはありますよね。僕もそういうのが結構あって、書類が最近溜まってるので、やっぱりね、実際にもう一回ちゃんと見直して、本当にいるものはしっかり保管して、でいらないものは捨てないと、実際にその書類が必要になった時に、必要な書類が見つからなくなっちゃいますよね。たくさんいらない書類の中に紛れて、本当に必要なものがすぐ見つからないっていうことも
あると思うので、やっぱり書類の断捨離も大事だと思います。で、これ結構見落としがちなんですけど、データの断捨離も大事ですよね。これ何かというと、例えば昔の動画とか写真、スマホとかパソコンに皆さんもきっと残ってますよね。で、やっぱりデータの断捨離について考えたときに僕が思ったのは、結構僕もやっちゃうんですけど、コンサートとか花火大会とかに行ったときに思い出として写真とか動画撮るじゃないですか。でも、例えば5年前の花火大会の動画とか写真って全然いらないですよね。そんな花火を見直すなんてことありますかね。僕はいつも撮っちゃうんですけど、見直した試しがないです。一回もそれをもう一回見ようって思ったことないです。もちろんね、旅行とかの写真とかだったら見直すこともあると思うんですけど、花火大会とかコンサートってその場に行ってその状態を楽しむものじゃないですか。なのでやっぱり後から見直すことってあんまりないと思うんですよね。やっぱりそういうものはいつまで持ってても意味がないので、断捨離した方がいいんじゃないかなって僕は個人的に思います。で、そう思ったので、最近ちょっと服の断捨離をしてみたんですよ。そしたらやっぱりいらないものもあったし、で、今断捨離したおかげで結構朝の支度が楽になったりとか、家の中もね、心の中もどっちもすっきりしたし、やっぱり普段の生活の中で小さい変化っていうのをたくさん感じられるようになりました。やっぱり服が少なくなったらその分服を選ぶ時間も減るし、その収納スペースにも空きが出ますよね。やっぱりそういった意味で時々断捨離をするってのはすごい大事なんじゃないかなと思います。で、さっきも言いましたけど、僕のパソコンとスマホ、最近も容量がいっぱいになってきて全然データが入らないんですよ。多分、パソコンはまだ30GB ぐらい残ってるから大丈夫だと思うんですけど、スマホはもう多分 5GB ぐらいしか容量が残ってないので、もうかなりパンパンの状態なので、そろそろ断捨離しないとダメなんじゃないかなって思ってます。で、次はね、皆さんでもできる簡単な断捨離のステップをいくつか紹介したいと思います。で、まず皆さんができる簡単なステップの一つとしては、一日一ついらないものを手放す。やっぱり断捨離しようとして一気に捨てた方がスッキリするので、皆さんも多分一気に捨てようとすると思うんですよ。でも、いきなりたくさんのものを捨てるって結構難しいですよね。やっぱり捨てたくないものも中にはあるし、迷ってしまうものもたくさんありますよね。なので、少しずつ時間をかけて、例えば1週間通して1日1個捨てるとか、1ヶ月通して1日1個捨てるとか、例えば半年それを続けるとか、こうやって自分のペースで断捨離するっていうのもかなり有効的ですよね。で、次におすすめのステップなんですけど、それを見て自分の心がときめくかどうかで判断することです。結構これみんな聞いたことあるかもしれないんですけど、こんまりメソッドって言われてますね。ネットフリックスかなんかで確かこの断捨離についてのドキュメンタリーかなんかあったと思うんですけど、やっぱりその自分が好きじゃないものとか、自分の気分が上がらないものっていうのをいつまでもこのクローゼットの奥にしまってても意味がないですよね。やっぱり使わないし見ないし好きじゃないから、それがクローゼットの中にあってもただのスペースの無駄ですよね。なのでそういうものを思い切って手放してみると結構気持ちがいいもんですよね。で、それからもう一つコツがあって、収納スペース7割ルールなんていうのもあります。これどういうことかというと、収納スペースに物を詰め込みすぎないっていうのが大事なんです。やっぱりクローゼットとか引き出しとかに物を詰めすぎちゃうと収納スペースに
入りきらないものっていうのが出てきますよね。で、入りきらないものをどんどん例えば机の上に置いちゃったりとか、ソファーの上に置いちゃったりとかして、どんどん家の中が散らかっていきますよね。やっぱりそういうことを避けるためにも、収納スペースにいつも常に3割ぐらいのゆとりがあると、家の中が散らからずに済みますよね。収納スペースに少しゆとりを持っておくと、自然とね、心の中にも生活の中にもゆとりが出てくると思うので、これもすごいいいテクニックなんじゃないかなと思います。今日ちょっといろいろ話したんですけど、一番大事なことはやっぱり無理せず自分のペースで進めていくことですよね。やっぱり断捨離ってちょっと時間もかかるし、めんどくさいし、大変なんですけど、断捨離をね、やってみると物理的にも精神的にもかなりスッキリすると思うので、ぜひ皆さんも断捨離試してみてください。はい。ということで今日は断捨離について話してみました。皆さんは定期的に断捨離するようにしてますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。